カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。6月に入りまして、今月は結婚式で贈りたい歌チュッカをテーマに歌をお届けしてまいります。第1週目の今日はキム・ドンリュルさんの感謝という曲をお届けします。この感謝という曲はですね、2004年に最初に発表された後、2007年発表のベストアルバムにも収録されていて、私はベストアルバムの方で初めて聴きました。で、韓国の結婚式ではチュッカを歌う習慣があるんですよというのを知ったのも、この感謝という曲がきっかけでしたね。そんなわけで個人的には長く聴いてきていて思い入れもある曲なので、今回1週目に持ってくることにいたしました。まず前半、キム・ドンリュルさんの紹介からいきますね。キム・ドンリュルさんは1974年生まれの48歳でいらっしゃいます。で、ご両親が歯科医師でいらっしゃって、勉学とピアノに励む学生時代を送っていらっしゃったそうです。子供時代はクラシック音楽をずっとやってきていて、すでに小学生の時には作曲もされていたそうですよ。すごすぎますよね。いや、私が最初にオリジナル曲を書いたのは19歳の時だったんですけれども、やはり第一線に行かれるような才能がある方はもう小学生の段階で曲が書けるという、素晴らしいですね。そしてキム・ドンリュルさんはヨンセ大学に入学されます。ソン・シギョンさんの回で話題にしたんですけれども、韓国の名門3大学スカイといって、 S がソウル大学、K がコリョ高麗大学、 Y がヨンセ大学、この頭文字を取ってスカイって言うんですけど、このスカイの Y のヨンセ大学に入学されたと。いやー、素晴らしいです。めちゃめちゃ頭がいいんですよね。そして大学入学後の1993年にソ・ドンウクさんと結成したグループ展覧会というバンドで MBC の大学歌謡祭に参加して、見事大賞と特別賞を受賞されます。そしてこれがきっかけで1994年に展覧会としてデビューして、アルバムをまず2枚出されるんですね。で、この頃の曲ではもう記憶습작といって記憶の修作、それからチチュンチンダン、これ発音がすごい難しいんですよね。チチュンチンダンっていうね、日本語にすると、チっていうのが酔うっていう意味ですね。酔っている中で、真実を話すみたいなイメージですね。チチュンチンダンで、この曲がね、私たちはもう本当に最高に好きなので、ぜひ聴いてみてください。そして1997年にはイジョクさんとのユニットカーニバルとして、インスニさんの回で紹介したこのガチョウの夢とかね、そういった曲を発表されたりします。で、展覧会が解散した後は、ドンリュルさん基本的にソロで活動されていることが多かったんですが、もうとってもね、順調に歌手活動されてたんですよ。なんと1999年にアメリカの名門バークレー音楽大学に入学して、作曲、それから映画音楽の作曲というのをね、専攻されるんです。すでにヒット曲を書く実力があって、歌手としてのキャリアをスタートしていたんですけれども、やっぱりもう一度学び直したいっていうことだったんですかね。もうこの意識の高さが本当に素晴らしいと思いますよね。それでもキム・ドンリュルさんの実力をもってしても、やはりバークレー音楽大学には世界中から音楽の天才が来るので、もうみんな周りが天才すぎてちょっと自信を失いかけた時があったそうなんですよ。この時に一緒に学んでいたのが日本のジャズピアニストの上原ひろみさんだったそうなんです。で、ドンリュルさんも幼少期からピアノをやってきていたので、もう上原さんのテクニックがどんだけすごいかっていうのは見てわかるそうなんですね。本当に彼女は怪物級だっていう風にね、言ってたそうなんですよ。
でもこの話を聞いた上原ひろみさんがキム・ドンリュルさんに、いやいや私のピアノよりもね 4,5 分の曲の中で導入展開絶頂結末っていう全部をね含めてね曲が書ける君の方がよっぽど怪物に見えるよって言ったそうなんですよ。いやいやあなたにもすごい才能があるよっていうことを伝えたっていうことですね。それで、ドンリュルさんは自信を取り戻したっていうようなねエピソードがあるようです。そんな面でも日本のアーティストともゆかりが深い方ですね。確かにキム・ドンリュルさんの曲っていうのはオーケストラのようなね壮大さがあるんですよ。で今日歌う曲の感謝という曲も音域が2オクターブ以上 2.2 か 2.3 オクターブぐらいあるんですね。で曲の展開もドラマチックで転調を自然に繰り返していって曲が展開されていったり、個人的にはこの作曲能力っていうのが本当に唯一無二だと思いますね。キム・ドンリュルさんのような音楽をかける人っていうのは他にいないんじゃないかなと思います。あととても歌声がいいです。低音がすごい響くんですよね。しっかり響いて、でビブラートもすごく豊かで響きが大きいです。で高い声をバーッと出していてもこの低いところの成分も同時になっているような感じがあって、安定感があって聴いていてとっても気持ちのいい声をされております。私はキム・ドンリュルさんの歌を聴くとなんかチェロの響きを思い出すんですよね。奇跡のチェロボイスとか私は思ってるんですけれども、なんか韓国では低音をねなんかこういう響くフクロウみたいな低音おーっていうのを出す人は洞窟ボイスって呼ばれてるらしいです。確かに洞窟で共鳴するようなね音の響きですよね。そしてこの調子でデビュー後のキャリアを語っていくととんでもない長さになるので割愛しますが、キム・ドンリュルさんの楽曲のミュージックビデオには有名な俳優さんが出演されている曲があるのでこちらをちょっと紹介したいと思います。まず2014年発表のクゲナやそれが僕だという曲ですね。これは英語の題名で How I Am という風に出てくるかもしれません。でこの曲のミュージックビデオにはコンユさんが出演されております。ドラマ好きの方はもうご存知の俳優さんかと思いますが、もう私の大好きなトッケビ、それからコーヒープリンス1号店など出演されている超トップ俳優様でございますよね。でこのコンユさんがクゲナヤっていうのはちょっと悲しい歌なんでコンユさんが泣いてたりとか落ち込んでる姿が映ってるんですけど、これもう眼福ですよ。ビジュアルがめちゃくちゃいいのでぜひ見てみてください。そして2018年のダプチャンリプライという英語名がついてますね。返事っていう意味ですけど、これは愛の不時着のヒョンビンさんが出演されております。このミュージックビデオはねとっても描写が美しいですよ。室内の様子とあと外の様子、それから韓国の景色とかもいろいろ出てくるのでそれも楽しめると思います。でねこのはね曲が本当に2018年に発売されたとは思えないですよ。多分書かれたのはもっと前なんじゃないかなと思うんですよね。多分ストックしておいてだいぶ前に書いたけどストックしておいた曲を2018年に発表したっていうパターンだと思います。なんかね90年代のような昔の懐かしさをすごく感じてスケールが大きくて私の大好きな曲なんでぜひこちらもご覧になってみてください。概要欄にこの2曲のミュージックビデオのリンクを貼っておきます。さてでは今日歌う歌感謝の曲の紹介に移っていきます。この曲はね歌詞が大変素晴らしいです。まさに結婚式の誓いの場にふさわしい曲ですね。セクションごとに情景が目に浮かぶような純粋な歌詞をしています。そして曲はもう先ほどのね上原ひろみさんの発言にあったように導入展開絶頂結末っていうのがこの4分半にギューってなってるような天才的な展開です。そしてとんでもない音域の広さなんですよこれで。今回私が歌ったキーは最初がねC の音なんですけど、これ今キーボードあるんでこれが真ん中のドですね。
でここから1オクターブ下のC、この音が出だしです。私が歌ったキーでですね、この音ですね。で一番高い音はこの真ん中のドから1オクターブ上がったそのもう一個上のレ、この音です。でなんで、2オクターブ以上、音域があるっていうイメージですね。で私がよくトークの中でこの曲はね音域が2オクターブあってしんどいんですよって言ってるんですが、それがねなんでしんどいのかっていう話をしますと、いわゆる平均的な女性の音域、歌唱に使える音域っていう意味ですけど、それは平均的にはだいたい 1.5 オクターブぐらいと言われています。で、この辺真ん中のドから下がったソから高いミ、ここからここ、あたりと言われています。で男性の方が音域が広くて低い方が出るので、このレぐらいまで、真ん中のドから約1オクターブ下がったレからその2オクターブ上のレまで出るくらいのことが多いようなんですよ。でこれは男性の方が声帯が長くて低い方に稼げるので、男性の方が音域が広くなるんですね。でそういう意味では男性曲を女性がカバーするっていうのはもう音域の面だけでもそもそも構造的に難しいっていうのがあるんですよ。でただ私はすごくね声が低いんですね。女性の音域のだいたい平均的なところの一番下はこのソ、真ん中のドから下がったソなんですけど G3 って音なんですけど、ここからここちょっと厳しいですけどね、だいたいその平均的な女性の音域より1オクターブ下まで私は声が出るんですね。で私結構ね喉が大きくて多分声帯が長いんだと思うんですよ。なんで男性の平均より低いところまで出すことができます。G2 っていう音ですね。私はだから男性のように低い方に音域を稼げるので2オクターブの歌でもなんとか歌えるんですけれども、これも音域が広くなってくるとキーがね選べないんですよ。で 1.5 オクターブぐらいの音域の曲だったら正直3個4個ぐらいのキーで歌えるんですけど、そこから合ったものを選ぶっていうことができるんですが、今回のように2オクターブ以上あるような音域が広い曲だと、カラオケのプラス1キーしたらもう高いところは出ないし、マイナス1キーしたら逆に低いところが出ないみたいな感じになっちゃうので、もう選べるキーが本当に1つか2つぐらいしかないっていうのがきついんですよね。であと感声点といってですね、変換の間に、声に点って書くんですけど、このいわゆる地声と裏声の境界領域になるような音の高さっていうのがあるんですよ。でこれは人によって差があるんですけど、誰にでもやっぱ不安定で歌いにくい音の高さっていうのがあるんですね。でそこをなるべく避けられるようなキーを選ぶと歌全体が安定して聞こえるっていうのがあるんですけど、音域が広い曲ではキーが選べないんで、その不安定になるところ避けようがないんですね。なんで全音域でちゃんと安定した声を出せるテクニックっていうのが要求される。ごまかしが効かないって感じですかね。そういう難しさがあります。なので今回歌う歌カンサーも結構練習してから撮りました。そんな今日はね音域の話もしてまいりましたが、では歌詞の内容紹介に入っていきます。では曲を聴いてください。キム・ドンリュルさんのカムサを歌いました。はい、いかがでしたでしょうか。大変歌うのが難しい曲でございましたが、私は A メロ B メロあたりのこの語りかけるようなね低音の部分がとっても好きですね。私は今回もピアノ1本のカラオケ音源にしましたが、キム・ドンリュルさんの原曲バージョンはバンドもストリングスも入ってもうより豪華ですので、ぜひ聴いてみてください。今日同じ時間に YouTube に歌唱動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞の下に日本語訳を表示するよう編集しておりますので、歌詞を見ながら聴いてみたい方はぜひこちらもよろしくお願いします。
概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。特にリクエストを募集中です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。